皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あなたの心をわしづかみ。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。4月10日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。超高水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル83でした。おとといと比べると4センチの上げ、下がったと思ったらまた上昇。直近の増水が影響しているためか、なかなか予想通りになりません。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の午後3時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6320立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒9400立方メートル。差分については毎秒3080立方メートルと、上流の観測所とのギャップは大きいまま。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの1410、三峡ダムもプラス1000。宇高からの流入、そして両地点のそれぞれで増水しているようです。なお、最上流にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒3120立方メートル。前回大幅に放流を増やした後、そのままキープしています。この件については後ほど詳しく。一方、深夜0時の放流量は毎秒9360立方メートル。単純計算すると 30% の発電状況で10基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといの同じ時間帯と比べるとほぼ変わらずです。湖南省水門水資源調査測量センター発表の三峡ダムに関する最新情報をチェックしますといつもお伝えしているのですが、おとといのお昼あたりから情報が見れなくなってしまいました。三峡ダムは湖北省にあるので、湖南省はある意味おまけで情報を発信していると思うのですが、これまで全部というのを指定すると、三峡ダムなど湖南省周辺の情報も表示されていたところ、今は画面に出てこなくなっています。同じタイミングで重慶市の観測所の流量情報も見れなくなっており、チャンネル的にはかなりの痛手。ただ、同じ湖北省の宜昌市の雨量情報は正常に表示されていることから、おそらく一時的な不具合だと思われますが、なるはやで復旧することを祈るばかり。ということで、三峡ダムと上流の観測所の折れ線グラフの解説は今回お休みとなります。西洋チャンネル。さて、前回前々回あたりからウィンディーの予想の中で、長江流域で雨が続きそうだとお伝えしてきたところです。こちらは、昨日の午後3時までの24時間の様子。ちょうど三峡ダムのあるあたりから雨雲がニョキニョキと湧き立ち、風に乗って東に流されていく様子が見られます。広い中国なのになぜこの一点で雨雲が発達するのか。チャッカマンもびっくりコキマロ状態で不思議な感じはします。雨雲レーダーの様子と連動するかのように、三峡ダム周辺の累計雨量にも大きな変化が現れています。おとといまでは累計雨量が 2.5 ミリと低水準だったものの、昨日1日で50ミリほど降水が観測されています。今年は1月2月と低水準な降水量で始まった後、先月は平年を大きく上回る雨量。後で触れますが、今月20日あたりまで雨が続く予報が出ていることから、おそらく平年の雨量は上回ってくるのではないかと勝手に予想しています。いやいや西安、それってあなたの感想でしょというツッコミが聞こえてきそうですが、中国中央気象台のサイトでは、9日から18日までの間の累計雨量の図が発表されており、ご覧の通り、ピンクのマークのところでは100ミリから250ミリの降水を予測している模様。雨の降り方次第では、かなりの量になる可能性も。あちらの当局は大枠として今年、長江の下流では干ばつ、上流では洪水という長期予報を先日発表したばかり。果たしてその通りになるのか、それとも大外れになるのか、生温かく見守りたいと思います。三峡ダムと最上流にあるダムの流量について、データを比較しながら現状を確認します。こちらは、
2月の初旬から一昨日までの流量の変化をまとめたグラフで、中国交通運輸部の発表データを整理したものです。上が三峡ダム、下が高架波ダム。最初に高架波ダムについて、4月に入ってから少しずつ調整されるようになり、5日以降は大きく放流量を増やしています。水色の流入量も増えていることから、高架波ダムの上流側のダムも放流を増やしているものと思われます。ただし、ちょっと前のピークの時と比べると、3月下旬は半分程度、直近でも 75% ほどまでにしか回復していません。このダムが発電がメインですから、放流量と発電量は連動します。依然として完全に元通りになったとは言えない状況です。次は三峡ダムを見てみましょう。高架波ダムからの放流が増えたタイミングと同じく、6日からグレーのラインの放流量が増えています。過去1ヶ月を見ても一番放流量が多くなっている模様。4月6日を境に3つのダムが放流を増やしていることがグラフからもわかりますね。同じタイミングで一斉にそれぞれのダムの放流を増やしている模様。このチャンネルでもカスケードを組んで運用しているとご紹介してきましたが、実際の数値の面からも明らかになりました。放流量が流入量を上回っていることから、三峡ダムの水位は低下傾向になっています。天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみます。こちらは深夜0時までの様子。先ほどもお話ししましたが、三峡ダムの周辺地域で次々と雨雲が発生し、東へ流れていく様子が確認できます。24時間同じような場所で降り続くとなると、川が溢れて局所的に氾濫するところも出ているかもしれません。あちらの雲はやがては日本に来るので、あまり人事でもなさそうです。次に、今後の予想を見てみます。これからしばらく長江の中ほどから下流域にかけて、猛烈な雨が降りそうな感じ。今日の三峡ダムの天気は最高気温が28度、最低気温が15度で小雨の予報。日差しも出ないのに28度まで上がるとなると、ムシムシするかもしれないですね。画面の右下には、赤い塊が駆け抜ける様子も見られ、日本の気象庁は台風4号が発生したと発表。非常に強い台風に発達へというニュースも流れています。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国政府ガソリン価格再び値上げ、日本円で約7円引き上げ、北京市では約205円に、国内消費7割ほどが輸入、FNN プライムオンラインが伝えています。記事によると、中国で8日、イラン情勢の悪化以降3回目となるガソリン価格の値上げが行われ、北京では1リットルあたり日本円で200円を上回りました。イラン情勢の悪化以降では3回目の値上げとなり、このうち北京市内では1リットルあたり、日本円で約205円となっています。給油に訪れた人は、値上げの前に満タンにしようと思ってきました。受け入れられないです。今後、車を売らないといけなくなるかもしれない。以上、中国政府ガソリン価格再び値上げ、日本円で約7円引き上げ、北京市では約205円に、国内消費7割ほどが輸入についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。北京市ではリッター200円を超えたという報道ですが、少し前には深夜にもかかわらずガソリンスタンドに車が列を作る様子が流れており、若干パニック気味。中東情勢は一旦停戦となりましたが、先行きは不透明、今後さらに4回目、5回目の値上げがあってもおかしくない状況。日本でも影響は避けられませんが、とりあえず補助金によってリッター170円前後に抑えられており、大きな混乱には至っていません。直近では1リットルにつき、約50円を補助しているとのこと。この補助がいつまで続くのかという点は見通しが立たず、決して安心できる状況とも言い切れません。それぞれのできる範囲内で、公共交通機関を利用するのが得策かと。中国では買い替え促進のため、EV 普及を後押しする政策が進んで、新車販売の半分近くが EV とも言われていますが、実際に走っている車の多くは依然としてガソリン車というのが現実。全体の1割ちょっとが EV にとどまる中で、今回のような燃料価格の上昇は、物流や個人の移動、消費行動にもじわじわ影響してくるでしょう。ただでさえ不況が指摘される中で、この負担増がどの程度広がるのか、お先真っ暗といったところでしょうか。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。
また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までの6時間のレーダーの実績。日本列島の広い範囲で雨雲ががっつりかかっています。西からはドラゴンの尻尾が連なり、どんどん東に流れてくる様子も。天気予報によると、全国的に降水確率は高めで、激しく降るところもあるとのこと。今後の最新気象情報に注意ですね。三峡ダムの建設前、砂が溜まる大佐問題への対策として、蓄成配根という考え方があちらにはあったようです。きれいな水を溜めて、洪水シーズンに一気に流すと、泥も一緒に流されて全て解決ですと、今となってはにわかに信じられない論理が、当時はまかり通っていました。大雨になる時期にこそ水を溜めて、一定の範囲内で洪水調節するという、本来の目的とは真逆の理論。いくつか対策を絞り出し、何としてもダム建設を推進したかったのでしょうが、よくよく考えると論理的に破綻しています。蓄成配根に限らず、皆さんご存知の通り、中国ではたくさんの4文字スローガンがあります。豊富な南部の水を、慢性的に水不足の北部地域へ送るという南水北調。最近すっかり効かなくなった共同富裕。西で作った電気を東部の沿岸部へ送る正電闘争。同じく天然ガスをパイプラインで送り出す、正気灯油。有名なのは、鄧小平時代の改革開放。そしてペイさんが打ち出すものの、各国でトラブル続出の一帯一路など、もう4文字だらけです。人民に広く徹底するには、短い4文字をスパムのように連呼するのが一番と、あちらは伝統的に考えているのでしょうか。きらびやかに宣伝する工作活動の裏には闇も背中合わせ、もっとも、あちらは光の部分しか報道しませんが。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。